こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。しょうです。はい、私たちはね、北海道に約50日間行ってたわけなんですけど、やっぱそこでね、生活してみて、いろいろ気づいたことがあります。はい。なので今日は、その車中泊に持って行ってよかったなって思うものと、逆に持っていかなかったらよかったなって思ったもの、そして最後に、これを持ってったらもっと快適になったのにっていうものを発表していきたいと思います。はい。私たちが北海道に行ったのは9月から10月までの約2ヶ月間だったんですけど、なのでね、ちょっとね、季節に関係のあるものとかも紹介しちゃうんですけど、基本的には車中泊っていう視点でいろいろ紹介できたらいいなと思います。はい。まずはこのハリオのご飯釜、これね、めちゃくちゃ美味しかったね。正解です。こんな感じの上の蓋がガラスになってるご飯釜です。でこれをコンロを使ってお米を作るんですけど、何が良かったって本当に美味しかった。美味しかったな、本当言っても美味しかった。マジで美味しかったんですよ。家の炊飯器の10倍ぐらい美味しかった。本当にリアルに10倍美味しかった。ガラスからお米がこうプクプクしてるところが見えるのとかもめっちゃ良かった。よかったね。しかも簡単なんだよね。もう火の火の強さを調整することなく、ずっと中火でいいっていうのも楽だった。確かにね、分かりやすかったね。音も鳴るし、そうってめっちゃ美味しい。家用も欲しいぐらい、本当に美味しく炊けて最高でした。動画にいっぱい載ってるのでぜひ見てください。じゃあどんどん行きましょう。お、でかいの。はい、ドーン。これが岩谷の炉端焼き器炙り屋2です。これ最高だったね。これね、もうなんか絵にも載ってる通り、いろんなものを炙れるんですけど、マジでホタテとかめっちゃ美味しかった。でも私も今ね、一番美味しかったの何か聞かれたらホタテって言おうと思った。これがなかったらあんなに美味しく焼けなかったよね、絶対。そう、これさ、なんかキャンプっていう感じのイメージ強いじゃん。外でキャンプするときに使うのかなって思うんですけど、割と車内で使っても匂いとかがあんま残んなかったんですね。煙ほとんど出なかったね。それはね、車中泊で使いやすいポイントだと思う。これも家にも欲しい一品だよね。じゃあ次お、ちっちゃい。これは折りたたみケトル。じゃん、ほら大きくなるの。本当だ。潰せるの。じゃん、ちっちゃくなります。これね、場所取んないのがマジでよかったね。それがいいよね。やっぱさ、家に置いとくだけだったらさ、別に折りたたまれる必要ないけどさ、車内はずっと出しっぱにしとくわけにもいかないし、本当そうね、いかにコンパクトになるか、すごい大事ね。そしてたまに湯たんぽになる。気持ちいいよね。いや、本当に湯たんぽっぽいこの素材がね、また一石二鳥だね。電源は AC 電源なのでホタテはいるんですけど、本当にいい商品だと思います。はい、次、チボがいっぱい使ったやつ。やったー。じゃーん。じゃーん。これなんでしょう。オープン。包丁付きの折りたたみ式まな板ケース。便利。なんか包丁ってやっぱりさ、そのままで入れるのやっぱ不安じゃん。危ないよね。車って動くしね。あれ、銃刀法違反になるんだっけ？あ、そっか、ケースがないとそもそもダメなのですなのでケース付きっていうのはめっちゃ良かったね。これも切りやすくてすごい音が好きでした。よかったよね。でさ、これにさ、後半はずっとこのまな板シートっていうのを使ってました。これを広げたまな板の上に引いて、でそこで料理するとまな板が汚れないからめっちゃエコなの。やっぱね、キャンプなんだかんだね、そういう生ものの汚れとか困るからね。洗うところがなかったりするじゃん。なのでこれはセットでおすすめしたい商品です。じゃあ次、大本命。そうでした。はい、大本命はこちら、カセットコンロ。炊事設備として IH を常に常設してるんですけど、やっぱりカセットコンロを予備で持っとくのがすごく大事だなと思いました。本当にそれ、IH
停電の時使えないじゃんっていう本当なんか一応載せといたけどさ、うんそんなに使うつもりはなかったもんね。そうもうね、常に電気があるとは限らないので、うんやっぱガスは心強い。はい、次は持ってってよかったっていうか、こういうものを作っといてよかったなってものなんですけど、はい、私たちのお風呂セットになります。はーい。やっぱ結構車中泊って銭湯にお世話になることが多いので、毎回その時にバラバラにシャンプーセット持ってると、ガーッとなんかバラバラしてるのを持ってってっていう作業があったと思うんですけど、ひとまとまりにしてからめっちゃ便利になったと思う。ね、女子同士なのでね。確カップル系とか無理だけどね、これ。確かにそういうのは。で、あと結構気に入ってるのが、うんここの取っ手の部分がね、長くて、こうあー、やって持てはいるのがよくない？はいなんかさ、結構さ、ここに引っかかったりしそうじゃん。そうだね、確かに。これすごい良かった。これちなみに100均のうんカゴです。はい。あとこのケースの良かったところで言うと、ここがね外れるの、うんうんうん。これでなんか毎回洗えて、うそこが衛生的にもすごい良かったなと思います。ん。ね、でこれがないとさ、うん水がジャブジャブね、そうそうそう落ちっぱなしになっちゃうから。そう穴ぼかいというか、うまあ車内に乗せるときは蓋しといて、汚れたらすぐ洗える、ん。うん。そういうねこともできるからめっちゃ良かった。体洗うタオルも100均で2人でお揃いで買ってもらう。はーい。ただの報告でした次次。これのつながりでそうだね。じゃじゃーん、こちらのドライシャンプースプレーです。これお世話になりました。はい、もうねやっぱり車中泊してると毎日お風呂に入れるわけじゃないと思うんですよ、うん、そうそうそう。タイミング的に行けなかったりとか、うんその泊まってるところのそばにあんまりなかったりとかね、してお風呂に入れない日とかもあったんですけど、やっぱそれするとね次の日髪がペタペタしててやっぱ気になっちゃうんですよ、っていう時にこれがなんかシャンプー代わりになってくれるっていうもので、こうやってねでやるとなんかサラサラになるの。しかもいい香り。あ、いい香り。口ついた。そうなんですよ。これでねちょっと溶かすとマジでサラサラなの。これは本当に神だった。神だったよね、なんかそんなさお世話にならないつもりでいたのにさ案外お風呂入んなくてあらめっちゃサラサラになった、なんかペタつきがなくなるんですよ。これ本当になんであんなに入れないんだろうっていうぐらい入れないのなんでだっけあの時。いや、入れたよ、多分。じゃあ何じゃあ何入んなくていいやってなったのかいいや。やばくないですか。あとやっぱなんだかんだお金かかるなって感じてたから、そうっていうのもある。それは大きいかも、ねそんな感じで毎日入らないのこともあるので、いこういうの1個用意しとくといいと思います。おすすめ。で次に衣類なんですけど、はい、 9月10月だからうんそんなに寒くならないかなって思ってたけれども、うん一応ね防寒グッズ、北海道っていうことで防寒グッズを持ってってたんですよ。うん、それが本当に良かった。ね、なんか T シャツから一気にさ、なんかヒートテックまでいったもんねそのぐらい季節の変わり目が本当に一瞬だったの。一瞬あっという間だった。うん、ね、やっぱりもうユニクロ様々なんですけど、ありがとうございます。ウルトラライトダウン、はいはいこれをもうこういうニットの下とかに割と常に着込んでたりとか、あともうユニクロの極暖のヒートテックを着たりとか、これはもらい物なんですけど、そうめっちゃあったか靴下、これが重宝しました。ねえ、急に寒くなったもんね。そうで衣類で私が紹介したいのは、こちらですね。まあ、これは普通のマウンテンパーカーなんですけど、やっぱ撥水加工してるやつがすごい便利だったなと思います。ちょっとした駐車場から建物までの移動とか傘さすのめんどくさいなみたいな時とか、あんま小雨で雨降ってない時とか、まあ、フードもついてるからこれかぶってパッていってパッパッて払うだけで雫が取れてめっちゃ便利でした。まあ、それに関連したんですけど、2人とも靴は2足持ってってたんですよ。で普通のスニーカーと、あともう一つこういう防水のスニーカーを持ってってました。これもマジで便利だったね。マジでよかった。靴濡れたらさ、うんもう車内べちゃべちゃになっちゃうじゃん、まずそれま靴下ねずテンション下がるしね。そう本当にいやー本当に防水スニーカーは最高でした。マジでそう。まあ、だけど、うんチモのこのスニーカーは多分穴が開いてるみたいで雪山に私たち登ったんですけど、そうその時水染みてきたとか言って本当にマジであれはないの。かわいそう。そうなんかここが破れちゃって、これ本来マジで防水ですごいの。本当にすごい商品なの。
防水スニーカーはでも大事っていう話だね。はいはい。であとちょっと番外編、はい。こちらの工具です。でね、これ何が良かったかって、こちらのまりこちゃんが絶景を見ながら後ろのテラス席で「わあすごい!」ボンってやったんですよ。そしたらあそこの椅子のさ前についてる板がねポトって落ちてやってんですよ、この人。動画外でやりました。はい、動画には残ってないんですけど、はい、でその時にやっぱりこの電動工具持ってきてよかったなってめっちゃ思ったんですよ。ね、もうね、チモがいつも通りパッ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 って直してくれました。朝から頑張りました。車の中でね、不具合があるかもしれないから持ってとこうって思ってよかったなってね、本当よかったよね。本当よかった。逆にそれ以外何も破壊されなかったのすごく、うん、すごい、ね、本当だよ。ということで、車中泊にね持ってってよかったって思うものの紹介終わったんですけど、よく質問で「機材何使ってるんですか?」っていうのをいただくので、機材も紹介しちゃおうと思います。はい。まずはこの今捉えてくれてるカメラから紹介します。はい。ちょっと選手交代。じゃん、こちらのソニーの ZV-E10 っていうカメラです。これのねいいところは、コンパクト、まず、で画質が綺麗。結構ねお値段のするレンズも買ってしまったんですけど、レンズを交換できるっていうのもすごいいいなと思ってます。値段の割にクオリティも高いし、それにもっとクオリティ上げたいなって思ったらまたいいレンズを買えばいいわけですしね。そうそうそう、実は星空を撮れなかったのが結構悔しくて、北海道でそれでねこのレンズを買ったんですけど、今度の旅では星空を撮ることに挑戦したいと思います。いいね。でカメラの2つ目なんですけど、このインスタ360です。これはね結構旅の後半から使い始めたんだけど、それまでは普通に GoPro を使ってたんです。で GoPro を使ってる時は、運転席と助手席の間につけて景色を撮るか私たちを撮るかのどっちかを選ばなきゃいけなかったんですよ。でもこれに変えたら、これ360度撮れるんですよ。そうだから編集で前にするか後ろにするかを選べるの。そう、めっちゃいいよね。もうだからもう何も考えずに真ん中を置いてピッてやっとくだけで、そうね、外の景色がいい時は外を見せて、で私たちが会話して盛り上がってる時はこっち見せてできるっていう、もう映像のさ、なんか撮れる幅が本当に広がったなと思って、これはマジでよかった。早く欲しかったね。最初から欲しかった。かつさ、これなんか伸ばすとすっごい遠くから勝手に誰かが撮ってるみたいな感じの映像が撮れるのもすごい面白くて、この棒が消えるんだよね。ね。最後一番よく聞かれるあの子。あの子にしましょう。北海道編から導入したこちらドローン。これが DJI のミニ3 Pro っていう商品です。めちゃめちゃそこで練習させてもらったね。カリバーさんの建物の中で。そう、めちゃでかい建物の中で一面練習して教えてもらいながら、それで実際に持っていきました。基本的にはマリコさんが操縦してくれてて、私が運転するっていう形で降りてね、ドローンを見ながら私だけが走ってって一旦戻ってきて回収、2人を回収してみたいなことをやったりしてました。めっちゃ面白かったよね。なんか iPhone つなぎっぱでさ、その LINE 通話で「じゃあちも戻ってきて」はい戻りますって言ってね、戻ったりして頑張って2人で撮影してました。ただちょっと12月に法律が変わったみたいでね、法律と相談しながら使っていければなと思ってます。はい。ということで以上持って行って良かったものの紹介でした。はい。ちょっとたくさんあったんですけど、もっとおすすめのものたちです。はい。そうなったら嬉しいです。じゃあもう続きまして、持っていかなければよかったもの。はい。公開したものですね。はい。とはいってもね、そこまで多くはなくて。やっぱりね、準備する段階でこの少ない収納の中に必要だと思うものを詰め込んだからそこまで多くはないんだけど、まあ一応あるからね、ちょっとあるから紹介していこうと思います。はい。じゃあまず1つ目なんですけど、これは主に女子、そうだね、女子のやりがちなことなのかもしれないんですけど、私がもう普段家で使ってる化粧水とか、そのコスメ関連一式を持ってきたんで。噛みすぎ。
家で使ってるもの一式を持ってきちゃったんですよ。バカでかくて、これだけで化粧水このサイズ感でもうメイク落とし、乳液、洗顔ってちょっと取ってきてあげる。もっとストックもいっぱいあるからもうないよ、もうないよ。嘘ないんだっけ。2ヶ月で使い切る量だったから本当にね、ストックもいっぱい持ってたんですよなんか日本だったらどこでも買えるようなさ、シートとかあるじゃないですか、コットンみたいな、なんかそういうのも全部1ヶ月2ヶ月分みたいなの持ってきてて、もうなくなったら買えばいいやん、日本なんだからって思ってたけどしかも何が大変かって、銭湯に行くたびにこれを持っていかなきゃいけないだからね、大きい箱をこのまま持ってってたよね。でめっちゃ重かったもうチモがそのトラベル用のに詰め替えてて、いつもなんか身軽でなんかもうこんなポーチ一つでさそうね、なんか顔洗い行ってるんだけど、私もなんかこんなでっかい箱持って行って結構なんか1ヶ月間さ、バックパックで海外行く時とかあったから、なんかそういう身支度に慣れてたの。なるほど。2、3日だったらさ、そういうのでちっちゃいの持ってくるんだけど、1ヶ月ってなるとちょっと分かんなかった。でも私もなんか大きいの持ってきといて、なくなったら移しながらみたいな感じで、基本はその小さいケースを持ち運びるみたいです。ブラボーでね、もう私が持っていかなかったらよかったなって思ったものはT シャツです多すぎた。いや、何種類持ってきてんの最初は良かったの、最初はやっぱ夏みたいだったから、北海道でもすごい重宝したんだけど、なんか途中からめっちゃ冬になってもう本当に T シャツ邪魔だった衣装ケースの奥に押しやられてずっと出さないみたいなやっぱね、貴重なスペースだからね、なるべく少なくしたいよね。そう、あとバスタオルだ、私。私もかも。そう、バスタオル意外と使わなかったね。確かにいらなかった、あれ。ハンドタオルの大きさのやつで全然温泉とか行けたから、あれも結構荷物になった。そうだね、それはそうだ、勉強になった。あれ勉強になったね、そんな感じですかね。はい。じゃあ最後にこれを持っていけばよかったっていうものありますか？あります。はい。でもね、ちょっと待って、難しい。まず、いろいろ頭に浮かんでるんだけど、でもそれらを使うには電気が必要なの。そうだね。だから、なるほど、大量な電気。なるほど。待って電気はもう月番号の課題としてあります。じゃあ電気がちゃんと賄えたら欲しかったもの。となると、ホットカーペットっていうのかな、電気毛布。それ欲しかった。それも類のやつね。やっぱ底冷えするからさ、圧倒的に床を暖かくしときたい。そう。あと、これはね、収納の問題でもあるんだけど、もうちょっと鍋の種類が欲しいかな。確かに深鍋とか欲しいな。そうだね、やっぱさすがに1個はね。フライパン1個しかないよね。あれだったね。幅が狭まってたね。そう。全然入りそうだよね、実際鍋の1個や2個重ねれば。全然入りそう。それは買ってきた。そうしよう。あと全然なくてもいいものなんだけどさじゃあやめとこう。なくていいんでしょ。なくていいんじゃない。欲しいもののコーナーだからなんでなくていいもの言うの？欲しい。テンション上げるためにおしゃれなランタンが欲しかった。いいじゃん、前置きがかわいそうじゃん。ランタンに対してなくてもいいとか言ったら欲しいものでいい。あとあれだ、キャンプ用の椅子、やっぱなんだかんだ欲しい。欲しい、机はあんのに椅子ないからさ。だからあんまりこの机も椅子がなくて出番がなかったのだね。そうだね、もったいなかったね。椅子欲しい。椅子2つお揃いのやつ買おう。絶対買おう。でなるべくちっちゃくなるやつだよね。あとね、後ろにつけられるタープがやっぱ欲しいなと思って。確かに。なんか雨の日に全然外で何もできないっていうかね、あそこ後ろ開けっぱなしにしてるとさ、水入っちゃうからさ、タープつけてキャンプ場とかで来たらいいな。雨の日にまたやばい絶対やばい。でも意外に便利だったよね。意外に便利だったの。やっぱ電気だね。ちょっと電気はね、もちろんね、良くしていこうと思ってるんですけど、ちょっとここで電気について喋り始めるともう多分一本終わっちゃうんでもうちょっと詳しく喋ってる動画があるので、よかったらそっちを見てください。で、工事はね、今後していきたいと思います。ということで、以上
持っていってよかったもの、持っていかなくてよかったもの、そして持っていけばよかったもの、この3点ご紹介でした。はいちょっとでもね車中泊に行く方の参考になれば嬉しいです。はい、そしてもしなんかこういうのあると便利だよっていうのがあったらぜひ教えてください。ぜひぜひぜひ私たちもどんどんレベルアップしていきたいと思っているので貴重なコメントお願いします。お待ちしております。ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。